今回はスパイスやフルーツなどの天然素材を煮詰めて作るクラフトコーラ作りに挑戦します。まだクラフトコーラは作ったことがなかったので、味の率直な感想をお伝えしようと思います。では早速作っていきますね。最初に使用するホールスパイスを集めます。ネット上にあふれるいろいろなクラフトコーラの作り方を見てみたのですが、私流に煮詰めるスパイスを集めてみたくなりました。まず最初に選んだのはシナモンです。シナモンの味が強めのクラフトコーラを作りたいと思い、一番分量多めにしました。3、4センチのかけらを5つに決定。次に用意するのはクローブ。せいろがんにも入っているお薬のようなスパイスです。1、2個でも結構味と香りが強いのですが、薬膳のようなコーラにしたいので5個入れようと思います。次に選んだのは、ピリッとする強い刺激を出すには外せないブラックペッパー。10粒ほど加えます。お次は、最近マイブームのブラックカルダモン。スモーキーでワイルドで、少しミントのような香りのスパイスです。イメージは大人なコーラをイメージして1つ入れることにしました。そして爽やかなグリーンカルダモンも3つ加えます。これは大体のレシピで使われていましたよ。皮を破っておくと、より香りが強まります。最後の最後まで入れるか悩んだのはこちらのスターアニス。日本でも八角という名で知られているスパイスです。実は香りが個人的にあまり得意でないスパイスなのですが、甘い香りと独特なエスニックさを出すには欠かせないと思い、5片入れることにしました。ということで、6種類のスパイスが揃いました。今はまだ頭の中のイメージでしかありません。果たしてどんな味になるでしょうか。次は生の食材を準備します。レモンは皮ごと使うので、よく洗って薄めの輪切りにし、1/2の1個使います。生姜は辛味成分や栄養素が皮の近くにあるので、皮ごと使います。1かけの半分をスライス切りします。小鍋に今カットしたレモンと生姜、そしてホールスパイスを入れ、きび砂糖約 60g に水 300cc を加えます。そして火にかけて沸騰を待ちます。これで本当にコーラ味になるのだろうか。少し味が薄そうな気がしませんか？やはり深みやコクを出すために別の鍋でカラメルソースを作ることにしました。きび砂糖 30g に水 20cc を加え、火にかけカラメル状になるまで煮詰めます。レモンが入った方の鍋は沸騰したら弱火にして5分間煮ます。カラメルソースがグツグツしてきました。これをレモンの鍋に移します。そしてよく混ぜてあと3分ほど煮詰めます。その間に保存用の瓶を煮沸消毒しておきます。さあ、どうでしょう。こんなに簡単で良いのかなというくらい簡単にできました。一旦保存容器に移して粗熱が取れるのを待ちます。早速試飲してみましょう。グラスに氷を入れて、コップの半分くらいまで作ったコーラシロップを入れます。そこに無糖の強炭酸水を注ぎます。そして混ぜて、いただきます。すごい軽い飲み心地で爽やか。そして、いろいろな複雑なスパイスの風味が後から来て、まるで薬膳コーラです。出来たて直後にいただいた時は、軽いライトな仕上がりでしたが、冷蔵庫に保存して1週間後にもう一度いただいたところ、まろやかさが出て味がまとまり、より美味しく感じました。そして、一番やりたかった飲み方はこれ。シュトーレン作りで余ったラムをクラフトコーラで割って飲むラムコークです。ということで、いかがでしたでしょうか。手作りのコーラは、某有名会社のあの味と全くの同じではありませんが、フレッシュで清涼感があり、原材料一つ一つを見ると、体に悪いものがないので、
とっても簡単で、また作りたいなと思いました。ただ、思ったよりシナモンとブラックペッパーの効きが弱かったので、次に作るときは同じ分量ですが、うち数個をクラッシュして煮詰めたいと思います。皆様もよかったらお家でクラフトコーラ作り、試してみてくださいね。今回も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしております。フィルミレンゲージ。